ダンダダンが起こしたもう一つの革命を知っていますか？世界4位の裏に隠された日本アニメ業界を震撼させる真実とは？前回の動画ではダンダダンがネットフリックス世界4位540万ビューという驚異的な数字を叩き出した現象を分析しました。しかし実はこの成功の背後にはさらに深刻で根本的な業界変革が隠されていたのです。それは16話完結というたった一つの数字が引き起こしたアニメ業界全体を揺るがす構造変化でした。この動画では全10章にわたってこの現象を徹底解剖しますが、特に第4章欧米が絶賛、16話の完璧な芸術、第7章 AI はアニメの味方か敵か、最終第10章結論、アニメの最適な長さとは、以上は絶対に見逃せません。この動画は家事や通勤の合間にラジオのように聞くこともできます。また本編に入る前にいいねとチャンネル登録をいただけるととても感謝感激です。応援よろしくお願いいたします。それでは本題に入りましょう。第1章、衝撃の数字。なぜ16話アニメの完走率が 2.3 倍になったのか。2025年夏、アニメ業界に激震が走りました。ネットフリックス内部データによると、16話前後の短編アニメの完走率が従来の2クール以上の長編アニメと比較して 2.3 倍に達していることが判明したのです。この数字が意味するのは単なる視聴習慣の変化ではありません。グローバル配信時代における最適な物語の長さが根本的に変わったことを示しています。ダンダダン、タコピーの現在といった作品群が世界的成功を収めた背景にはこの完走率革命があったのです。ではなぜ16話という長さがこれほどまでに視聴者に愛されるようになったのでしょうか。世界の反応。賞賛、効率性と完成度の理想的なバランス。海外のメディア研究機関はこの現象を配信時代の必然的進化として高く評価しています。論点1、視聴者の時間価値観の変化。アメリカのメディア分析会社が実施した調査によると、現代の視聴者は投資した時間に対する満足度を重視する傾向が強まっています。具体例として、従来の4クール作品48話程度では、視聴者の約 40% が中盤で離脱していたのに対し、16話完結作品では離脱率が 15% 以下にとどまっています。理論的分析では、認知心理学の完結欲求が関係しています。人間は未完成の物事に対してストレスを感じる一方、完結が見えている物事には最後まで付き合う傾向があります。16話という長さはこの心理的特性を最大限に活用した黄金比と言えるでしょう。背景を深掘りすると、スマートフォンと SNS の普及により現代人の注意持続時間は劇的に短縮されています。同時にネットフリックス等の配信プラットフォームが完走率を重要指標として重視するようになったことで、制作側も完走しやすい長さを意識するようになりました。論点に制作効率と品質の最適化。ヨーロッパのアニメーション研究所の分析では、16話という制約が無駄の排除を促進し、結果的に作品の密度向上につながっていると指摘されています。具体例として、タコピーの現在は16話で完結していますが、各話の情報密度は従来の長編アニメの 1.5 倍に達しています。中だるみや引き延ばしがなく、すべてのシーンが物語の推進に寄与しているのです。理論面では映像制作における制約理論が適用されています。適度な制約は創造性を高め、より効率的な表現手法を生み出すという考え方です。16話という制約により、制作者はより洗練されたストーリーテリング技術を追求せざるを得なくなります。背景としてアニメ制作現場の労働環境改善という側面もあります。短期集中的な制作により、スタッフの負担軽減と品質向上の両立が可能になっています。世界の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。深みの喪失と文化的価値の軽視。一方で、この短編化傾向に対する根深い懸念も表明されています。論点1、キャラクター愛着度の問題。日本のアニメ評論家からは、16話程度では、キャラクターへの深い愛着が形成されないという批判が出ています。具体例として、ワンピースやナルトといった長期シリーズでは、視聴者がキャラクターと共に成長する体験を得られます。しかし、短編作品では、この成長実感が得られにくいという指摘があります。
理論的には心理学の単純接触効果が関係しています。人は接触回数が多いほど親近感を抱く傾向があり、長期シリーズはこの効果を最大限に活用しています。16話ではこの効果が十分に発揮されない可能性があります。背景としてアニメグッズやイベント市場への影響も懸念されています。深いキャラクター愛着がなければ関連商品の購入意欲も低下する可能性があります。論点に文化的継承機能の弱体化。アジアの文化研究機関からは短編化により日本アニメの文化的価値継承機能が弱まるという指摘もあります。具体例としてドラゴンボールやセーラームーンといった長期シリーズは複数世代にわたって愛され続け、日本文化の海外発信に重要な役割を果たしてきました。短編作品ではこの継続的影響力が期待できないという懸念があります。理論面では文化人類学の集合記憶概念が適用されます。長期間にわたって共有される物語は社会の集合記憶の一部となり、文化的アイデンティティ形成に寄与します。短編作品ではこの機能が限定的になります。背景にはグローバル配信プラットフォームのアルゴリズムが短期的な視聴データを重視する傾向があることも関係しています。改善のポイントとは、観賞率向上と文化的価値保護の両立戦略。この課題の核心は視聴者の観賞率向上と深いキャラクター愛着、文化的価値の保護をどう両立させるかという点にあります。解決策1、ハイブリッド展開モデルの導入。16話で完結するコアストーリーとキャラクター深掘りを行う拡張コンテンツを並行展開する手法です。コアストーリーで観賞率を確保しつつ、外伝やスピンオフでキャラクター愛着度を高めます。具体的には本編16話の制作と同時に各キャラクターにフォーカスした短編シリーズを制作し、段階的にリリースしていきます。解決策に段階的視聴誘導システム。視聴者の関心度に応じて段階的に長編コンテンツに誘導するシステムです。まず16話の短編で興味を引き、ファンになった視聴者には追加コンテンツを提供します。AI を活用して個別の視聴履歴を分析し、最適なタイミングで長編コンテンツを推薦する仕組みを構築します。解決策3、文化的価値測定指標の開発。観賞率以外の価値指標を開発し、短編作品でも文化的貢献度を適切に評価できる仕組みを作ります。例えば二次創作数、海外でのファンアート投稿数、言語学習への影響度などを数値化し、総合的な作品価値を算出します。これにより制作者は短編でも文化的価値の高い作品制作を目指すようになります。次章への架け橋。観賞率 2.3 倍という数字の背景には視聴者行動の根本的変化がありました。ではこの変化を牽引している世代とは一体誰なのでしょうか。次章では Z 世代が求めるタイパ最強コンテンツの実態と、それが日本アニメに与える影響を詳しく分析します。果たして効率性を重視する新世代と深みを求める従来世代の溝は埋まるのでしょうか。第2章、世界 vs 日本。Z 世代が求めるタイパ最強コンテンツとは、1997年以降に生まれた Z 世代が現在のアニメ視聴層の中核を占めるようになりました。彼らが重視するのはタイムパフォーマンス、投資した時間に対する満足度の最大化です。この価値観の変化がダンダダンやタコピーの現在といった16話完結アニメの世界的成功を支えています。しかしその効率性至上主義は本当にアニメ文化の未来にとって望ましいものなのでしょうか。 TikTok で15秒、YouTube ショーツで60秒に慣れ親しんだ世代がなぜ16話 ×24 分という長時間コンテンツに熱中するのか。この一見矛盾した現象の裏には Z 世代特有の視聴戦略が隠されていました。世界の反応。賞賛、完璧な時間投資戦略を持つ新世代海外のマーケティング研究機関は Z 世代の視聴行動を極めて合理的で戦略的と評価しています。論点1、選択的集中による最適化。アメリカの消費者行動研究所の調査によると Z 世代は短時間で作品の価値を判断し、価値があると判断した作品には長時間を投資するという2段階の視聴戦略を採用しています。具体例として彼らは作品の第1話を見る前に TikTok や Twitter で他の視聴者のリアクション動画をチェックします。そこで面白そうと判断した作品にのみまとまった時間を投資するのです。ダンダダンの場合、海外の TikTok で神作が
神展開というリアクション動画が拡散され、それを見た Z 世代が実際のアニメ視聴に移行しました。理論的分析では、行動経済学のプロスペクト理論が適用されます。Z 世代は時間という貴重なリソースの損失を極度に嫌い、事前のリサーチによってその損失リスクを最小化しようとします。16は完結という終わりが見える形式はこの心理に完璧に適合しています。背景として Z 世代は経済的不安を抱える世代でもあります。限られた自由な時間を最大限有効活用したいという欲求がこの戦略的視聴行動を生み出しています。論点にマルチタスク視聴によるタイパ工場、ヨーロッパのデジタル文化研究機関の分析では Z 世代はながら視聴を前提とした作品、選択を行っていることが判明しています。具体例として多くの Z 世代はアニメを視聴しながらスマートフォンで SNS をチェックしたり、オンラインゲームをプレイしたりしています。このマルチタスク視聴を前提とすると、注意を強く引きつける短編作品の方が適しているのです。理論面では、認知科学の分散注意理論が関係しています。人間の注意資源は限られており、複数のタスクを同時に行う場合、それぞれのタスクに避ける注意量は減少します。Z 世代はこの制約を理解した上でマルチタスクに適したコンテンツを選択しています。背景にはデジタルネイティブ世代特有の情報処理能力があります。彼らは幼少期からマルチタスクに慣れ親しんでおり、単一タスクへの集中よりも並列処理による効率性を重視する傾向があります。世界の反応批判論調から読み取る改善ポイント、深い感動体験の喪失と文化理解の船舶化。一方で Z 世代の視聴スタイルに対する懸念も各国から表明されています。論点1、没入体験の欠如による感動の質的低下。日本のアニメ制作関係者からは、マルチタスク視聴では作品本来の感動を十分に味わえないという指摘があります。具体例として、宮崎駿監督の千と千尋の神隠しのような作品は、視聴者が完全に物語世界に没入することで初めて真の価値を理解できます。しかし Z 世代のながら視聴ではこのような深い没入体験が得られにくいという問題があります。理論的には心理学のフロー理論が適用されます。最高の体験は意識が完全に活動に集中しているフロー状態で得られます。マルチタスクはこのフロー状態を阻害し、結果として体験の質を低下させる可能性があります。背景として現代社会の情報過多問題があります。あまりにも多くの情報に囲まれているため、若い世代は一つのことに深く集中する能力が低下している可能性が指摘されています。論点に文化的文脈理解の表面化。アジアの文化研究者からは、効率性重視により作品の文化的背景への理解が浅くなっているという懸念も表明されています。具体例として、日本のアニメには神道や仏教の概念、四季の移ろい、日本特有の人間関係などが深く根ざしています。しかし、タイタ重視の主張では、これらの文化的要素を理解する時間的余裕がありません。結果として、表面的なアクションや萌え要素のみが消費され、文化的価値が見過ごされてしまいます。理論面では、文化人類学の厚い記述概念が関係します。文化の真の理解には、表面的な現象だけでなく、その背後にある深い意味構造の理解が必要です。効率性重視の視聴スタイルでは、この厚い記述レベルでの理解が困難になります。背景にはグローバル化による文化の均質化圧力があります。世界中の視聴者に分かりやすいコンテンツが求められる結果、文化的特殊性が削ぎ落とされる傾向があります。改善のポイントとは、効率性重視世代と深い体験価値の調和戦略。この課題の本質は Z 世代の効率性追求と深い文化的体験価値をどう両立させるかという点にあります。解決策1、段階的没入誘導システム。Z 世代の特性を生かしながら段階的に深い体験へと誘導するシステムを構築します。まず TikTok やショーツで作品の魅力をコンパクトに紹介し、興味を持った視聴者を本編に誘導します。本編では最初はながら視聴でも楽しめる要素を前面に出し、徐々に集中を要する深い内容に移行します。
さらに、熱心なファンには、文化的背景を詳しく解説する、補完コンテンツを提供します。解決策2、インタラクティブな文化学習体験。従来の一方的な文化紹介ではなく、視聴者が能動的に参加できる、文化学習システムを開発します。例えば、アニメの各シーンに隠された文化的要素をクイズ形式で解説したり、AR を使って日本の文化的背景を体験できるアプリを提供したりします。Z 世代のゲーミフィケーションでの親和性を活用し、楽しみながら文化理解を深められる仕組みを作ります。解決策3、コミュニティ型深掘り体験。個人での深い体験が困難であれば、コミュニティでの共有体験を促進します。同じ作品を見たファン同士がオンラインで議論し、お互いの解釈や文化的発見を共有できるプラットフォームを構築します。Z 世代のつながり重視の特性を生かし、社会的な文脈で深い体験を創出します。AI がファンの興味関心を分析し、最適な議論相手をマッチングする機能も搭載します。次章への架け橋。Z 世代の効率性追求が16話アニメの成功を支えていることが明らかになりました。しかし、この現象を本格的に後押ししているのは視聴者だけではありません。次章では、Netflix 等の配信プラットフォームがなぜ短編アニメを積極的に推進するのか、その戦略的意図を詳しく分析します。果たして、プラットフォーム側の思惑と視聴者の需要は本当に一致しているのでしょうか。第3章、プラットフォーム革命。ネットフリックスはなぜダンダダンを世界4位に押し上げたのか。ネットフリックス世界4位540万ビューという数字の背後には配信プラットフォーム側の緻密な戦略が隠されていました。実はネットフリックスをはじめとする配信プラットフォームは短編アニメを意図的に優遇するアルゴリズムを導入していたのです。その理由は単純です。短編作品の方がプラットフォームにとって収益性が高いからです。しかし、この収益性の意味を正しく理解している人は業界関係者でも多くありません。配信プラットフォームが求めているのは必ずしも視聴時間の最大化ではないのです。むしろユーザーの満足度維持とコンテンツ制作コストの最適化の絶妙なバランスなのです。世界の反応。賞賛、データドリブンによる最適化戦略の成功。海外のメディア業界では、ネットフリックスの戦略を21世紀型エンターテインメント、配信の完成形として高く評価する声が上がっています。論点1、乾燥率重視によるユーザー満足度向上。アメリカのメディア経済学研究機関の分析によると、ネットフリックスのアルゴリズムは視聴時間よりも乾燥率を重視するように設計されています。具体例として、4クール作品、約48話を最後まで見るユーザーは全体の約 30% に止まりますが、16話作品を完走するユーザーは約 75% に達します。未完走のユーザーは時間を無駄にしたという不満を抱きやすく、これが解約率上昇の要因となります。一方、完走したユーザーは高い満足度を維持し、継続的な利用につながります。理論的分析では、行動経済学のピークエンド法則が適用されます。人は体験の評価を最も印象的な瞬間ピークと終了時の印象エンドで決定する傾向があります。完走できた作品は必然的に良い終わり方を体験できるため、全体的な満足度が向上します。背景として配信プラットフォームの競争激化があります。ネットフリックス、Amazon プライムビデオ、ディズニー等が激しく競争する中、ユーザーの満足度維持は生存戦略の核心となっています。論点に制作コスト効率化による収益性向上。ヨーロッパの映像産業研究所の調査では、短編作品の1話あたり制作コストが長編作品と比較して 30% 程度高いものの、1時間あたり収益性では約 1.8 倍の効率性を示していることが判明しています。具体例として、長編アニメでは後半話数で作画品質が低下したり、ストーリーが間延びしたりするリスクがあります。これらの品質劣化は視聴者の不満を招き、結果的にプラットフォームの評価を下げます。一方、16話完結作品では全話を通じて一定の品質を維持しやすく、プラットフォームの信頼性向上に寄与します。理論面では経営学の品質管理理論が関係しています。製品の品質は最も低い部分によって決定されるという考え方です。
長編作品では品質のばらつきが生じやすいのに対し、短編作品では品質の均一性を保ちやすくなります。背景にはアニメ制作現場の労働環境問題もあります。長期間の制作はスタッフの疲労蓄積を招き、品質低下の原因となります。短期集中的な制作により、この問題を回避できます。世界の反応。批判論調から読み取る改善ポイント、制作者の創作自由度制限と文化的多様性の危機。一方で、プラットフォーム主導の短編化に対する強い懸念も表明されています。論点1、アルゴリズム依存による創作の画一化。日本のアニメ制作関係者からは、プラットフォームのアルゴリズムに合わせた制作が創作の自由度を制限しているという批判が出ています。具体例として、制作企画の段階で16話以内で完結するストーリーという制約が課せられるケースが増えています。本来であれば24話や36話しかけて丁寧に描きたい物語もプラットフォームの都合により圧縮を余儀なくされています。これにより制作者の本来の表現意図が損なわれる可能性があります。理論的には創作理論の制約パラドックスが関係します。適度な制約は創造性を高めますが、過度な制約は逆に創造性を阻害します。16話という型に無理やり当てはめることで本来の物語の魅力が失われるリスクがあります。背景として制作費の大部分を海外配信権に依存する現在の業界構造があります。制作者はプラットフォームの意向に逆らえない立場に置かれており、創作の自立性が脅かされています。論点に地域文化の特殊性軽視による均質化圧力。アジアの文化制作研究者からは、グローバル配信を前提とした制作が各国の文化的特殊性を軽視しているという指摘もあります。具体例として、日本のアニメには間の美学や四季の変化への感性など時間をかけて表現すべき文化的要素があります。しかし、短編化とグローバル配信への最適化により、これらの繊細な文化的表現が削ぎ落とされる傾向があります。理論面では、文化理論のグローカリゼーション概念が適用されます。グローバル化の過程で、ローカルな文化的特色が失われ、世界中で似たような文化表現が量産される現象です。プラットフォーム主導の制作は、この傾向を加速させる可能性があります。背景には、配信プラットフォームの効率性重視の企業文化があります。文化的多様性よりも理解しやすく、数値化しやすい要素が優先される傾向があります。改善のポイントとは、プラットフォーム効率性と創作自由度の共存戦略。この課題の核心は、プラットフォームの収益性要求と制作者の創作自由度、文化的価値守るをどう両立させるかという点にあります。解決策1、多様性配慮型アルゴリズムの導入。プラットフォーム側のアルゴリズムに文化的多様性の評価指標を組み込みます。単純な観賞率や視聴時間だけでなく、作品の文化的独自性、教育的価値、芸術性なども評価要素として設定します。AI 技術を活用して各作品の文化的貢献度を自動算出し、それをレコメンドアルゴリズムに反映させます。これにより商業的成功と文化的価値の両方を追求できる仕組みを構築します。解決策に創作者主導権保護制度の確立。制作契約において創作者の最終決定権を法的に保護する条項を設けます。プラットフォーム側は収益性の観点から提案を行えますが、最終的な創作判断は制作者が行うという原則を確立します。また、創作者が理想とする尺の作品を制作できるよう段階的な資金提供システムを導入します。まず、短編版で成功を収めた作品については、制作者の希望に応じて長編版の制作機会を提供します。解決策3、地域文化保護プログラムの実施。各国地域の文化的特殊性を保護するための専用プログラムを創設します。プラットフォームの収益の一定割合を文化的価値の高い作品の制作支援に充てます。商業的成功は期待できないが、文化的価値の高い作品について政府や文化団体と連携して制作資金を確保します。これにより商業性と文化性のバランスをとった作品制作エコシステムを構築します。自賞への架け橋。プラットフォーム戦略の背景には明確なビジネス上の合理性がありました。しかし、この戦略が真に成功を収めるためには実際の視聴者からの支持が不可欠です。自賞では欧米の視聴者が16話アニメを完璧な芸術として絶賛する理由を詳しく分析します。果たしてその高評価は一時的なブームなのか、それとも新しい美意識の定着なのでしょうか。
第4章、海外熱狂。欧米が16話で完璧な芸術と絶賛する理由。16話で完璧な芸術作品を作り上げた。これこそが現代アニメの理想形。日本は新しい美の基準を世界に示した。欧米のメディアから寄せられるこれらの絶賛コメントは単なる社交辞令ではありません。実際にフランスの芸術評論誌はタコピーの現在を短編映画の完成度を持つテレビアニメとして特集記事を組み、アメリカの映画批評サイトではダンダダンが革新的ストーリーテリング手法として学術的分析の対象となっています。しかし、なぜ欧米の知識層は日本でもまだ賛否両論が分かれる16話完結アニメをこれほどまでに高く評価するのでしょうか。その背景には東西の芸術観の根本的な違いがありました。世界の反応。張さん、西欧芸術理論との驚くべき親和性。欧米の芸術評論家たちは16話完結アニメを自分たちの芸術理論の文脈で理解し高く評価しています。論点1、古典的三幕構成との完璧な適合性。フランスの映画理論研究機関の分析によると、16話構成は西欧の古典的な三幕構成理論と極めて相性が良いことが判明しています。具体例としてタコピーの現在は第1から5話を第1幕設定提示、第6から12話を第2幕展開葛藤、第13から16話を第3幕クライマックス解決として明確に構成されています。各幕の長さの比率も古典理論の121にほぼ一致しており、西欧の観客には非常に理解しやすい構造となっています。理論的分析ではアリストテレスの史学に遡る西欧の劇作理論が適用されます。優れた物語は始まり中間終わりを明確に持ち、適切な長さで完結すべきという考え方です。16話という長さはこの理論的要件を満たす最適解として評価されています。背景として欧米では映画やドラマの制作において脚本段階での構成理論の適用が一般的です。日本のアニメが無意識のうちにこの理論を実践していることに専門家たちは驚きと敬意を示しています。論点にモダンアート的な完結性の美学。アメリカの美術評論家からは16話完結アニメはモダンアートの完結性の美学を体現しているという評価も寄せられています。具体例として20世紀の抽象画家たちは余分な要素を削ぎ落とし本質のみを表現することを追求しました。16話アニメも同様に冗長な要素を排除し物語の本質のみを凝縮して表現しています。特にダンダダンでは各話が無駄なく物語進行に寄与しており、モダンアートの機能美の概念と一致しています。理論面ではデザイン理論のレッスイズモはより少ないことはより豊かなことの概念が適用されます。過剰な装飾や冗長な展開を避け、必要最小限の要素で最大の効果を生み出すという考え方です。背景には欧米の芸術教育において効率性と完結性が美的価値として教えられていることがあります。日本のアニメがこれらの価値を体現していることに教育関係者も注目しています。世界の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、表面的理解による文化的誤解の拡大。一方で欧米での過度な絶賛に対する懸念の声も上がっています。論点1、日本的な間の美学への理解不足。日本の文化研究者からは欧米の評価は西欧的な理論の枠組みでしか日本アニメを理解しておらず、日本固有の美学を見落としているという指摘があります。具体例として日本の伝統的な物語には余韻や間を重視する美学があります。源氏物語や能楽に見られるような言葉に表さない部分で感情を表現する技法です。しかし16話完結という制約によりこのような繊細な表現技法が軽視される傾向があります。欧米の評論家は削ぎ落とされた部分の価値を理解していない可能性があります。理論的には美学理論の東洋的空間概念が関係します。西欧の美学が重点を重視するのに対し東洋の美学は空白や間を重視します。短編化によりこの空白の美学が失われるリスクがあります。背景としてグローバル化により西欧的価値観が世界標準となる傾向があります。日本固有の美的価値が相対化され西欧的理解のみが正解とされる危険性があります。論点に商業的成功への偏重による芸術性軽視。アジアの芸術理論研究者からは欧米が芸術として評価している理由が実は商業的成功への憧れに過ぎないという厳しい批
批判もあります。具体例として、欧米の映画業界では、商業的成功と芸術的価値を両立させる作品が最も高く評価されます。16はアニメの海外での成功は、この価値観に合致するため、高評価を受けていますが、純粋な芸術性への評価ではない可能性があります。理論面では、文化理論の文化帝国主義概念が適用されます。経済的文化的に優位な地域の価値観が他地域の文化評価の基準となる現象です。欧米の評価基準が世界標準となることで、日本の文化的独自性が見失われるリスクがあります。背景には、グローバル市場における欧米の影響力の大きさがあります。欧米での評価が高い作品は世界的に注目されるため、制作者も欧米受けを意識した作品作りに傾斜する可能性があります。改善のポイントとは、真の国際的芸術評価システムの構築。この課題の本質は、欧米での高評価と日本固有の文化的価値の保護発展をどう両立させるかという点にあります。解決策1、文化的文脈説明プログラムの開発。海外の評論家や視聴者に対し、日本の文化的文脈を適切に説明するプログラムを開発します。単に作品を配信するだけでなく、その背後にある日本の美学、哲学、歴史的背景を丁寧に解説する教育コンテンツを合わせて提供します。AI を活用して視聴者の文化的背景に応じてカスタマイズされた解説を自動生成し、より深い理解を促進します。解決策に多文化的評価軸の確立。西欧的な評価基準だけでなく、アジア、アフリカ、南米等の多様な文化圏の評価軸を統合した真に国際的な芸術評価システムを構築します。各文化圏の美学専門家が参加する国際評価委員会を設立し、多角的な視点から作品を評価します。これにより特定の文化的偏見に左右されないより客観的な評価が可能になります。解決策3、日本文化発信力強化プロジェクト。日本の文化的独自性を積極的に海外に発信するプロジェクトを立ち上げます。短編アニメの成功を契機として、日本の間の美学、余韻の価値、不完全の美などの概念を世界に紹介します。大学や研究機関と連携し、学術的な裏付けを持った文化発信を行います。これにより、欧米の評価基準に迎合するのではなく、日本独自の価値観を世界標準の一つとして確立することを目指します。自称への架け橋。欧米での絶賛の背後には文化的理解の深さと浅さが混在していることが明らかになりました。しかし、この現象をより複雑にしているのがアジア諸国の複雑な反応です。自称では韓国の脱日本アニメ戦略とタイのもっと日本アニメを要求という正反対の反応を示すアジア諸国の思惑を詳しく分析します。果たして日本アニメの短編化はアジア地域の文化的結束を強めるのか、それとも分断を深めるのでしょうか。第5章、アジア対立。韓国、脱日本アニメ VS タイ、もっと日本アニメを同じアジア地域でありながら、日本アニメの短編化現象に対する反応は、国により全く異なります。韓国では、日本アニメ依存からの脱却を求める声が高まる一方、タイをはじめとする東南アジア諸国では、もっと日本アニメをという要求が強まっています。この対照的な反応の背景には、各国の文化戦略、経済状況、そして日本に対する複雑な感情が絡み合っています。16話完結アニメの成功は、くしくもアジア各国の文化的自立に対する考え方の違いを浮き彫りにしました。果たして日本アニメの新たな成功は、アジア地域の文化的統合を促進するのか、それとも分裂を深めるのでしょうか。世界の反応。賞賛、アジア文化圏の多様性と相互学習の促進。東南アジア諸国からは、日本アニメの成功を地域全体の文化発展の契機として捉える前向きな声が多数寄せられています。論点1、文化的相互学習システムの確立。タイの文化政策研究機関は、日本の16話完結アニメの成功手法をタイの映像コンテンツ制作にも応用できるとして、積極的な学習姿勢を示しています。具体例として、タイの映像制作会社はダンダダンの構成分析を行い、タイの民話を16話完結形式でアニメ化するプロジェクトを開始しました。日本のストーリーテリング技法を学びつつ、タイ固有の文化的要素を維持するという理想的な文化交流の形が実現されています。
理論的分析では、文化理論のハイブリダイゼーション、文化混交が適用されます。異なる文化の要素が混ざり合うことで、新しい文化的価値が創造されるという考え方です。日本のアニメ技法と東南アジアの文化的コンテンツの融合により、革新的な作品が生まれる可能性があります。背景として、東南アジア諸国の経済成長に伴う文化産業への投資拡大があります。これらの国々は、日本の成功事例を参考に、自国の文化産業を発展させようとしています。論点に、地域文化統合プラットフォームとしての機能。シンガポールの経済研究機関は、日本アニメが東南アジア諸国間の文化的理解を促進していると分析しています。具体例として、ベトナム、フィリピン、インドネシアの若者たちが共通の話題として日本アニメについて議論するオンラインコミュニティが拡大しています。タコピーの現在について語り合うことで各国の社会問題への理解も深まっており、地域的な連帯感が生まれています。理論面ではコミュニケーション理論の共通話題効果が関係します。共通の関心事を持つことで異なるバックグラウンドを持つ人々の間にコミュニケーションが促進されるという現象です。背景には ASEAN 統合の進展があります。経済統合が進む中、文化的統合の必要性も高まっており、日本アニメがその触媒的役割を果たしています。世界の反応。批判論調から読み取る改善ポイント、文化的従属関係の固定化と自立性阻害。一方で、特に韓国からは日本アニメの影響力拡大に対する強い警戒感が表明されています。論点1、文化的主導権争いの激化。韓国の文化産業研究機関からは、日本アニメの短編化成功により、韓国コンテンツの相対的地位が低下しているという懸念が表明されています。具体例として、韓国では政府主導で自国のアニメーション産業育成を進めていますが、日本の16話完結アニメの世界的成功により、韓国アニメの注目度が相対的に低下しています。K-POP や K ドラマで確立した韓流ブランドに対抗するため、韓国は独自のアニメーション戦略の構築を急いでいます。理論的には国際関係理論のソフトパワー競争が適用されます。文化的影響力は国際的な地位や経済的利益に直結するため、各国が激しく競争している状況です。背景として東アジアにおける日韓の複雑な歴史的関係があります。文化的な面でも日本への対抗意識が強く、日本アニメの成功は韓国にとって脅威として認識されています。論点に文化的多様性の均質化リスク。アジアの文化保護団体からは、日本アニメの影響力拡大により各国固有の文化表現が軽視されるという指摘もあります。具体例として、東南アジアの若手クリエイターたちが自国の伝統的な物語形式よりも日本のアニメ形式を模倣する傾向が強まっています。これにより各国の文化的独自性が失われ、日本アニメの模倣品のような作品が量産される危険性があります。理論面では文化理論の文化同質化概念が関係します。強い文化が弱い文化を飲み込み、結果として文化的多様性が失われる現象です。背景にはグローバル市場での成功を求める各国クリエイターの心理があります。日本アニメの成功パターンを模倣する方が独自路線を追求するよりも成功確率が高いと考えられています。改善のポイントとは、アジア文化圏の相互尊重と共栄戦略。この課題の核心は、日本アニメの成功をアジア全体の文化発展にどう活用するかという点にあります。解決策1、アジア文化共同制作、プラットフォームの構築。日本の技術ノウハウと各国の文化的コンテンツを組み合わせた共同制作システムを確立します。日本が16話完結の構成技法を提供し、各国が自国の文化的素材を提供する協業モデルを構築します。制作過程では各国のクリエイターが対等な立場で参加し、相互学習を促進します。収益も制作への貢献度に応じて公平に分配し、一方的な依存関係を避けます。解決策2、文化的独自性保護支援制度。日本アニメの成功により得られた利益の一部をアジア各国の文化的独自性保護に還元するシステムを創設します。各国の伝統的な物語形式、音楽、美術様式等を活用した作品制作を資金的に支援します。また、若手クリエイターの育成プログラムを実施し、自国文化に根ざした創作活動を奨励
明します。解決策3、段階的文化交流促進プロジェクト。まず、文化的に近い国同士での協力関係を構築し、段階的に交流の輪を広げていきます。日本東南アジアの協力関係が安定した後、韓国や中国との対話を開始します。政治的対立とは切り離した文化人外交により相互理解を促進します。定期的な文化交流フェスティバルや共同研究プロジェクトを実施し、継続的な関係構築を図ります。自称への架け橋。アジア各国の複雑な反応は、文化のグローバル化が必ずしも単純な普及ではないことを示しています。しかし、この文化的変化をより深く理解するためには、ビジネスモデルの変化も見逃せません。次章では、円盤売上から完走率へのアニメ業界の評価基準大転換と、それが16話アニメの成功に与えた影響を詳しく分析します。果たして、この変化は業界の健全な発展につながるのでしょうか。第6章、ビジネス激変。円盤売上から完走率への大転換。円盤が売れなければ続編はない。この業界の常識が今まさに崩壊しつつあります。代わって重要視されているのが完走率という新しい指標です。実際に円盤売上が振るわなかったタコピーの現在が海外で大成功を収める一方、従来の評価基準では成功作とされた作品が配信での評価は今一つという現象が相次いでいます。この評価基準の大転換は単なる数字の問題ではありません。日本のアニメ業界が培ってきた制作システム、収益構造、そしてファン文化の根幹を揺るがす巨大な変化なのです。世界の反応。章3、健全で持続可能な新ビジネスモデルの確立。海外の経営分析機関は、この変化を21世紀型エンターテインメント産業への進化として肯定的に評価しています。論点1、制作コストと収益の健全化。アメリカのメディア経済研究所の分析によると、完走率重視のビジネスモデルは従来の円盤依存モデルと比較して収益の安定性が格段に向上しています。具体例として、従来の円盤ビジネスでは2万枚の売り上げがあっても続編制作の採算が取れないケースが多々ありました。しかし、配信での完走率が 75% を超える作品であれば、安定した配信収入により継続的な制作が可能になっています。ダンダダンは円盤売上こそ1万枚程度でしたが、配信での安定収入によりすでに続編制作が決定しています。理論的分析では、経営学のリカーリング収益モデルが適用されます。一度の購入に依存するのではなく、継続的な契約により安定収入を確保するビジネスモデルです。配信サービスの月額課金制はまさにこのモデルの典型例です。背景として物理メディア市場の縮小があります。特に若い世代では円盤を購入する習慣がなく、従来のビジネスモデルでは新規ファンの獲得が困難になっていました。論点にクリエイティブな実験の促進。ヨーロッパの文化産業研究機関は完走率重視によりより多様で実験的な作品制作が可能になったと評価しています。具体例として、従来の円盤ビジネスでは特定のファン層に強く刺さる作品が有利でした。しかし、完走率重視では幅広い層が最後まで楽しめる作品が評価されるため、より普遍的なテーマやアプローチを試すクリエイターが増えています。理論面ではイノベーション理論のリスク分散効果が関係します。安定した配信収入があることで、制作者はより冒険的な企画にも挑戦しやすくなります。背景にはグローバル市場の拡大があります。日本国内ではニッチな作品でも世界規模では十分な視聴者数を確保できる可能性があります。世界の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。ファン文化の空洞化と制作現場への影響。しかし、この変化に対する国内からの懸念も強く表明されています。論点1、深いファン文化の衰退。日本のアニメファンコミュニティからは、完走率重視により深いファン文化が失われつつあるという危機感が表明されています。具体例として、円盤を購入するファンは単なる視聴者ではなく、イベント参加、グッズ購入、聖地巡礼など総合的なファン活動を行う傾向がありました。これら
らの活動により作品の文化的影響力が長期間維持されていました。しかし、配信中心の視聴スタイルでは、このような深いファン文化が形成されにくくなっています。理論的には、社会学のコミュニティ理論が適用されます。共通の体験や投資、円盤購入により形成されるファンコミュニティは、単なる視聴では生まれにくいものです。背景としてデジタル化による所有からアクセスへの価値観変化があります。若い世代は持つことよりも見られることを重視する傾向があります。論点に制作現場への利益還元の不透明性。アニメ制作関係者からは配信収入の制作現場への還元システムが不透明という批判も出ています。具体例として円盤売上の場合は数字が明確で成功した作品のスタッフには臨時ボーナスが支給されるケースがありました。しかし配信収入は複雑な契約により決定されるため、現場スタッフには成功の実感や金銭的メリットが伝わりにくくなっています。理論面では組織論のインセンティブ設計が関係します。成果と報酬の関係が明確でないと現場のモチベーション低下を招く可能性があります。背景には配信プラットフォームと制作会社の間の複雑な契約関係があります。従来の円盤ビジネスと比較して収益分配の仕組みが分かりにくくなっています。改善のポイントとは、新旧ビジネスモデルの融合による最適化。この課題の本質は配信時代の安定性と従来ファン文化の価値をどう両立させるかという点にあります。解決策1、ハイブリッド評価システムの導入。感想率だけでなくファンエンゲージメント指標も組み合わせた総合評価システムを構築します。感想率、視聴時間、SNS での言及数、ファンアート投稿数、イベント参加数、グッズ購入数等の多角的データを統合し、作品の真の価値を測定します。AI を活用してこれらの指標を自動集計し、制作者や投資家にリアルタイムでフィードバックします。解決策2、透明性の高い収益分配制度。配信収入の分配方法を明確化し、制作現場への適切な還元を保証する制度を確立します。ブロックチェーン技術を活用して収益の流れを透明化し、各スタッフが自分の貢献度に応じた報酬を受け取れるシステムを構築します。また、成功した作品については、従来の円盤ボーナスに代わる配信成功ボーナス制度を導入します。解決策3、デジタル時代のファンコミュニティ支援。物理的な円盤購入に代わる新しいファン表現の場を提供します。VR を活用したバーチャル聖地巡礼、NFT を活用したデジタルグッズ、オンラインイベントの充実等により、デジタル時代に適したファン活動を支援します。また、熱心なファンには制作過程に参加できる機会、例えば声優オーディション、見学、制作現場ツアー等を提供し、新しい形のファンエンゲージメントを創出します。次章への架け橋。ビジネスモデルの変化は業界の構造だけでなく制作手法そのものにも影響を与えています。そしてこの変化をさらに加速させようとしているのが AI 技術の導入です。次章では人工知能が16話アニメの制作にもたらす可能性と脅威を詳しく分析します。果たして AI は短編アニメの味方なのか、それとも人間の創造性を脅かす敵なのでしょうか。第7章 AI 革命。人工知能は16話アニメの味方か敵か。AI 技術の急速な発展がアニメ制作現場に革命をもたらしています。特に16話完結という短期集中的な制作において AI の活用可能性は従来の長編制作とは大きく異なる特性を示しています。チャット GPT による脚本補助、ステーブルディフュージンによるコンセプトアート生成、AI による中割り制作、これらの技術は確実に制作効率を向上させています。しかし同時に人間でなければ作り出せない価値に対する根本的な問いかけも投げかけています。果たして AI は16話アニメの制作を効率化し、より多くの良質な作品を世に送り出す味方なのか、それとも人間の創造性と雇用を脅かす敵なのでしょうか。世界の反応。章3、制作効率化による品質と生産性の両立。海外のテクノロジー業界からは AI 活用による制作革新を高く評価する声が上がっています。論点1、短期制作における品質安定化効果。アメリカの AI 研究機関の分析によると、16話制作に AI を適用した場合、従来手法と比較して品質のばらつきが 30% 減少することが実証されています。
具体例として、従来の手作業では、制作後半で作画スタッフの疲労により品質低下が起きがちでした。しかし、AI による中割り生成や彩色支援により、全16話を通じて一定の品質を維持できるようになりました。ダンダダンの制作現場でも AI 支援ツールの活用により、最終話まで初話と同水準の作画クオリティを保つことができました。理論的分析では、品質管理理論の統計的プロセス制御が適用されます。AI による自動化により、人的要因による品質変動を排除し、安定した制作プロセスを実現できます。背景として、16話という短期間では、従来の鳴らし運転期間がなく、最初から高品質を維持する必要があります。AI 技術は、この要求に応える理想的なソリューションとなっています。論点に、クリエイターの創造性集中化。ヨーロッパのデジタルアート研究所は、AI が単純作業を代行することで、クリエイターがより創造的な作業に集中できるようになったと評価しています。具体例として、従来は背景美術の作成に多大な時間を要していましたが、AI による背景生成により、美術監督はより重要なキーシーンの演出に時間を割けるようになりました。また、AI によるセリフの多言語翻訳により、海外展開を前提とした脚本作成も効率化されています。理論面では、経営学のコアコンピ、タンス理論が関係します。組織は最も得意な分野に資源を集中し、それ以外は外部に委ねるという考え方です。AI が技術的作業を担当することで、人間は企画演出感情表現等の本質的価値創造に専念できます。背景にはグローバル競争の激化があります。限られた制作期間で世界水準の作品を作るためには効率的な役割分担が不可欠です。世界の反応。批判論調から読み取る改善ポイント、人間的創造性の代替不可能性と雇用問題。一方で AI 技術の導入に対する深刻な懸念も表明されています。論点1、人間の感性による価値創造の軽視。日本のアニメクリエイターからは AI では表現できない人間特有の感性が軽視されているという危機感が表明されています。具体例として、アニメーターの癖や個性が作品の魅力の重要な要素となっているケースが多々あります。宮崎駿監督の作品における独特な間の取り方や新海誠監督の光の表現等は AI では再現困難な人間的感性に基づいています。16話制作の効率化で AI 依存が進むと、このような個性的表現が失われる可能性があります。理論的には美学理論のアウラ概念が適用されます。ワルター・ベンヤミンが提唱した概念で、芸術作品が持つ一回性や現在性の価値です。AI による生成物は技術的に優秀でも、人間の手による一回性の価値は持ち得ません。背景として効率性重視の制作環境では、時間のかかる人間的なこだわりが軽視される傾向があります。論点に、制作現場の雇用破壊と技術継承問題。アニメ業界の労働組合からは AI 導入により大量の雇用が失われるという懸念が表明されています。具体例として、中割りアニメーターや彩色スタッフの需要が急激に減少しています。これらの職種は従来、若手アニメーターの登竜門的役割果たしていましたを AI 化により新人が経験を積む機会が失われ、結果として業界全体の技術継承が困難になる可能性があります。理論面では、労働経済学の技術的失業理論が適用されます。技術進歩により特定の職種が不要になる現象で、産業革命以来繰り返されてきた問題です。背景には、16話短期制作では人材育成の時間的余裕がないという構造的問題があります。即戦力のみが求められる環境では、新人の育成が後回しにされがちです。改善のポイントとは、人間と AI の共同による創造性拡張モデル。この課題の革新は AI 技術の効率性と人間の創造性雇用保護をどう両立させるかという点にあります。解決策1、人間 AI 共同フレームワークの確立。AI を人間の代替ではなく拡張ツールとして位置づける共同システムを構築します。AI が基本的な作業を高速で処理し、人間がその結果をもとに創造的な調整、演出を行うワーク
フローを確立します。例えば AI が生成した中割りを人間が感情表現の観点から調整したり、AI 背景に人間が生活感を追加したりするプロセスを標準化します。解決策に新職種創出と技術継承システム AI 時代に対応した新しい職種を創出し、従来の技術継承問題を解決します。AI ディレクター、品質管理 AI 運用者、創造性 AI 調整士等の新職種を定義し、これらのポジションに既存スタッフの転職を支援します。また AI が作業効率化により生み出した時間を人材育成に充てるシステムを構築します。ベテランクリエイターが若手に技術指導を行う時間を確保し、人間的技術の継承を図ります。解決策3、創造性評価保護制度の導入。AI では代替できない人間的創造性を積極的に評価保護する制度を確立します。作品制作において人間的創造性貢献度を数値化し、それに応じた報酬体系を設計します。また AI 使用比率を明示するクリエイティブラベリング制度を導入し、人間の創造性への適切な評価と報酬を保証します。消費者も人間的創造性の価値を理解し、選択できる環境を整備します。次章への架け橋。AI 技術の導入により16話アニメの制作は確実に効率化されています。しかし、この技術革新が真に意味を持つのは未来の制作環境においてです。次章では2030年の日本アニメ業界がどのような姿になっているのか、16話完結が業界標準となる可能性について詳しく予測します。果たして5年後には全てのアニメが16話程度の短編になっているのでしょうか。第8章、2030年予測。すべてのアニメが16話になる未来は来るのか。2030年今からわずか5年後の日本アニメ業界はどのような姿になっているのでしょうか。現在の16話完結アニメの成功トレンドが継続した場合、業界全体が短編化に向かう可能性は十分にあります。しかし、技術の進歩、視聴者の思考変化、そして制作環境の変化は必ずしも一方向的な変化をもたらすとは限りません。ブラー技術の普及、AI 制作支援の高度化、そして新たな配信形態の登場、これらの要因が複合的に作用し、2030年のアニメ業界は現在では想像もつかない形に変化している可能性もあります。複数のシナリオを詳細に分析することで16話完結アニメの未来を占ってみましょう。世界の反応。賞賛、技術革新と市場需要の理想的な融合。海外の未来予測機関は16話完結モデルの普及を必然的進化として肯定的に評価しています。論点1、ブラー技術との親和性による体験価値向上。アメリカの VR 技術研究機関の予測によると、2030年までにブラーデバイスが一般家庭に普及し、アニメ視聴体験が根本的に変化します。具体例として16話程度の作品であればVR 空間で没入型視聴を行っても視聴者の疲労が限定的です。各話を完全な VR 体験として制作し、視聴者がキャラクターと同じ空間にいるような感覚で楽しめるアニメが登場すると予測されています。長編作品では物理的精神的負担が大きすぎるため、 VR 時代のアニメは必然的に短編化が進むと分析されています。理論的分析ではメディア理論の感覚拡張概念が適用されます。新しい技術は人間の感覚を拡張し、それに適したコンテンツ形式が求められるという考え方です。背景として Apple やメタなどの巨大テック企業がブラー分野に巨額投資を行っており、2030年までの技術革新は確実視されています。論点に AI パーソナライゼーションによる最適化。ヨーロッパの人工知能研究所は2030年には AI が各視聴者に最適な作品帳を提案するようになると予測しています。具体例として AI が個人の視聴履歴、集中力データ、ライフスタイル等を分析し、その人にとって最適な話数でアニメを再編集して提供するサービスが実現すると予想されています。同じ作品でも忙しいビジネスパーソンには8話版、じっくり楽しみたい人には24話版が
自動生成される可能性があります。理論面では、情報科学のマスカスタマイゼーション理論が関係します。大量生産と個別対応を両立させる技術がコンテンツ業界にも適用されるという考え方です。背景には、ネットフリックス等の配信プラットフォームが積蓄している膨大な視聴データがあります。このデータと AI 技術の組み合わせにより、究極のパーソナライゼーションが実現する可能性があります。世界の反応。批判論調から読み取る改善ポイント、画一化による創造性喪失と文化的価値の軽視、一方で短編化の一方的進行に対する強い危機感も表明されています。論点1、物語の複雑性と深度の制約。日本の文学映像評論家からは、16話制約により複雑で深い物語が描けなくなるという懸念が表明されています。具体例として、銀河英雄伝説やモンスターのような複雑な政治情勢や人間関係を描いた作品は16話では表現不可能です。2030年に業界が完全に短編化した場合、このような知的で複雑な作品が制作され、なくなり、アニメ文化の幅が狭まる可能性があります。理論的には文学理論の複雑性理論が適用されます。優れた物語は多層的な構造を持ち、それを理解するには一定の時間と展開が必要という考え方です。背景として、効率性重視の現代社会では複雑で時間のかかるものが敬遠される傾向があります。しかし、人類文化の発展にはこのような時間のかかる価値も必要です。論点に、世代間文化継承機能の弱体化。アジアの文化継承研究者からは、短編作品では世代を超えた文化継承が困難という指摘もあります。具体例として、ドラゴンボール、ワンピースなどの長期シリーズは親世代から子世代への文化継承の役割を果たしてきました。しかし、16話で完結する作品では、このような長期的な文化的影響力を持ちにくいという問題があります。2030年の日本で短編しか制作されなくなった場合、アニメ文化の社会的影響力が大幅に低下する可能性があります。理論面では、社会学の世代間伝達理論が関係します。文化は世代を超えて継承されることで、社会的価値を持つという考え方です。背景には、核家族化や個人主義の進展による世代間コミュニケーションの減少があります。共通の話題がなくなることで、文化継承そのものが困難になる可能性があります。改善のポイントとは、多様性保護型未来戦略の構築。この課題の本質は、技術進歩市場効率性と文化的多様性長期的価値保護をどう両立させるかという点にあります。解決策1、多層型コンテンツ制作システム。2030年に向けて異なる尺の作品を並行して制作できるシステムを構築します。短編8から16話、中編24から36話、長編48話以上の3層構造で制作を行い、それぞれ異なるターゲットと配信形態に対応します。AI を活用して同一原作から複数の尺の作品を効率的に制作する技術を開発します。短編で人気を獲得した作品は自動的に中編長編への展開が検討される仕組みも導入します。解決策に、文化継承価値保護基金の創設。短編化による商業効率は高いものの、文化的価値も高い長編作品の制作を支援する基金を創設します。政府、企業、個人投資家から資金を集め、商業性よりも文化的価値を重視した作品制作を支援します。この基金により制作された作品は、教育機関での活用や海外文化交流事業への展開も積極的に行います。解決策3、技術活用による制作コスト削減。AI、VR、ブロックチェーン等の最新技術を活用して、長編作品の制作コストを大幅に削減します。これにより、商業的リスクを抑えながら、多様な尺の作品制作を可能にします。特に AI による中割り生成や背景制作の自動化により、長編作品でも16話作品と同等の制作効率を実現することを目指します。次章への架け橋。2030年の業界予測を通じて、16話完結の未来には複数のシナリオがあることが見えてきました。しかし、この未来を決定するのは技術や市場だけではありません。世界各国のファンたちの声がその方向性を大きく左右する可能性があります。次章では、世界11カ国のファンが考える理想の物語の長さについて詳細な国際比較分析を行います。果たしてグローバルな合意は形成されるのでしょうか。第9章、世界11カ国。各国ファンが激論、理想の物語の長さとは。
ダンダダン現象は単なる日本国内の成功にとどまらず、世界各国のアニメファンに理想的な物語の長さについて根本的な再考を迫りました。しかし、その答えは国により、文化により、そして世代により大きく異なっています。アメリカでは効率性こそ正義、フランスでは芸術性の完成度、韓国では競争戦略の一環、インドでは多様性との融合。同じ16話完結アニメを見ても各国ファンの受け止め方は驚くほど多様です。この多様性は単なる文化的違いを超えてグローバル時代のコンテンツ制作における根本的な問いを投げかけています。果たして万国共通の理想は存在するのでしょうか。世界の反応。賞賛、文化多様性を尊重したグローバル標準の可能性。国際文化交流機関は各国の多様な反応を健全な文化的多元主義の表れとして評価しています。論点1、地域特性を生かした最適化アプローチ。国際メディア研究機関の調査によると、16話完結に対する各国の反応パターンには明確な地域特性があることが判明しています。具体例として、北欧諸国では環境配慮型エンターテインメントとして短編を評価する声が多く、制作配信における環境負荷の低さを重視しています。中東諸国では家族で楽しめる適度な長さとして支持され、宗教的な価値観との親和性が評価されています。南米諸国では情熱的な物語の凝縮美として受け入れられ、短時間でも濃密な感情体験を求める文化的思考と合致しています。理論的分析では文化人類学の文化相対主義が適用されます。異なる文化背景を持つ社会では同じ現象でも異なる意味付けがなされるという考え方です。背景としてグローバル化の進展により、一つのコンテンツが多様な文化的文脈で受容される時代になっています。この多様性を生かすことでより豊かな文化交流が可能になります。論点に世代を超えた合意形成の可能性。ヨーロッパの世代研究機関は16話完結への支持が世代を超えて広がっているという興味深い現象を報告しています。具体例として、従来は長編アニメを好む傾向があったミレニアル世代の中でも、子育て世代を中心に時間効率の良い16話完結を支持する声が増加しています。一方、Z 世代では長編への憧れを持つ層も一定数存在し、世代論の単純化では説明できない複雑な思考分布が見られます。理論面では社会学のライフステージ理論が関係します。個人の思考は年齢だけでなく、その時点での生活状況によって変化するという考え方です。背景には働き方や家族形態の多様化があります。同じ世代でも異なるライフスタイルを持つ人々がそれぞれに適したコンテンツ調を求めています。世界の反応。批判論調から読み取る改善ポイント、文化的価値の平準化と深度の喪失。しかし、この多様性に対する懸念の声も各国から上がっています。論点1、文化的独自性の希薄化への危機感。各国の文化保護団体からは、16話標準化により自国の伝統的物語形式が軽視されるという懸念が表明されています。具体例として、インドの古典文学にはマハーバーラタのような壮大な叙事詩の伝統があります。これらは本来長大な時間をかけて語り継がれるべき物語です。しかし、16話完結の影響により、若い世代のクリエイターが短編形式のみになれ、自国の文化的伝統を継承できなくなる可能性があります。理論的には、文化理論の文化帝国主義概念が適用されます。優勢な文化形式が他の文化形式を駆逐してしまう現象です。背景として、グローバル配信、プラットフォームの影響力拡大があります。これらのプラットフォームに適した形式が事実上の世界標準となり、他の形式が排除される可能性があります。論点に深い感情体験機会の減少。世界各国の心理学研究者からは、短編中心の視聴体験では深い感情的カタルシスが得られないという指摘もあります。具体例として、ロシアの文学的伝統では長大な物語を通じた精神的成長が重視されてきました。ドストエフスキーやトルストイの作品のような読者と共に長い時間をかけて展開される物語には短編では得られない深い精神的体験があります。16話完結が主流になることで、このような深い体験の機会が失われる可能性があります。理論面では心理学のカタルシス理論が関係します。
深い感情的浄化には一定の時間と段階的な感情の高まりが必要という考え方です。背景には現代社会のスピード化による深く考える時間の不足があります。効率性を追求するあまり、人間本来が持つ深い体験への欲求が満たされなくなる危険性があります。改善のポイントとは、グローバル多様性保護型コンテンツ戦略。この課題の核心は、グローバル標準の効率性と各国文化の独自性深度保護をどう両立させるかという点にあります。解決策1、文化的大型可変調システム。同一作品でも各国の文化的特性に応じて最適な長さに調整できるシステムを開発します。AI が各国の文化的背景、視聴習慣、物語的伝統を分析し、その人にとって最適な話数構成を自動算出します。例えば、女子文化のある国では24話版、効率性を重視する国では12話版を自動生成します。これにより、グローバル展開と文化的適応を両立できます。解決策に、伝統的物語形式保護プログラム。各国の伝統的な物語形式を保護継承するための国際的なプログラムを創設します。16話標準化の流れに対抗して、各国固有の長編物語制作を支援します。ユネスコや各国政府と連携し、文化的多様性保護の観点から資金支援を行います。制作された作品は、教育プログラムや文化交流事業に活用し、次世代への文化継承を図ります。解決策3、段階的感情体験デザイン。短編でも深い感情体験を可能にする新しいストーリーテリング手法を開発します。各話ごとに小さなカタルシスを設計しつつ、全体を通じて大きなカタルシスも実現する技法を確立します。心理学者、脳科学者、文学研究者の協力により、科学的根拠に基づいた感情体験設計を行います。これにより、短編でも長編に匹敵する精神的満足度を実現します。次章への架け橋。世界各国のファンの声は16話完結への支持と懸念の両方を含んでいることが明らかになりました。この複雑な状況を踏まえ、最終章ではダンダダンが示した日本アニメの未来について総合的な結論を導き出します。果たして理想的な物語の長さは存在するのでしょうか。そして日本アニメは今後どの方向に向かうべきなのでしょうか。第10章最終結論。ダンダダンが示した日本アニメの未来とは。ダンダダンネットフリックス世界4位540万ビューという衝撃の数字から始まった私たちの分析は、日本アニメ業界が直面する根本的な転換点を浮き彫りにしました。16話完結という一つの数字が視聴者の行動様式、プラットフォームの戦略、制作現場の働き方、そして世界各国の文化的価値観にまで影響を与えている現実。これは単なるトレンドではなく、デジタル時代における最適解の模索過程なのです。しかし、9章にわたる分析で明らかになったのは、この最適解が決して単一ではないということです。効率性を求める声、芸術性を重視する声、文化的独自性を守ろうとする声、これら全てに利があり、そして全てに限界があります。では、ダンダダンが真に示した日本アニメの未来とは一体何なのでしょうか。世界の反応。章3、新時代への適応能力と文化的柔軟性の証明。国際的な文化研究機関は、ダンダダン現象を日本アニメの進化能力の証明として高く評価しています。論点1、グローバル市場適応における戦略的優位性。アメリカの国際競争力研究所の分析によると、日本アニメ業界が示した16話完結への適応速度は、他国のエンターテインメント産業と比較して圧倒的に高いことが判明しています。具体例として、韓国の軽ドラマ業界が16話完結への転換に2年から3年を要しているのに対し、日本のアニメ業界はわずか1年程度でタコピーの現在、ダンダダンといった成功作を連続して生み出しました。この適応速度の速さは、制作現場の柔軟性と創造性の高さを証明しています。理論的分析では、経営学の動的能力理論が適用されます。環境変化に対して組織が素早く適
適応し、新しい能力を獲得する力です。日本のアニメ業界は、この動的能力において、世界トップレベルにあることが実証されました。背景として、日本のアニメ業界が長年培ってきた現場主義の文化があります。理論よりも実践を重視し、試行錯誤を通じて最適解を見つける文化的土壌が今回の成功を支えています。論点に文化的価値と商業的価値の絶妙なバランス。ヨーロッパの文化経済研究機関は日本が文化的独自性を保ちながら商業的成功を実現した点を特に高く評価しています。具体例としてダンダダンは日本独特のオカルト文化、都市伝説、青春文化を色濃く反映していながら世界77カ国で受け入れられるという離れ技を成し遂げました。文化的妥協をすることなく、むしろ独自性を前面に出すことで成功を収めたこの事例はグローバル化時代の理想的モデルとして注目されています。理論面では文化理論のグローカリゼーション概念が適用されます。グローバルな展開を図りながらローカルな文化的特色を保持するアプローチです。背景には日本のアニメクリエイターが持つ自分化への自信があります。海外受けを狙って日本らしさを薄めるのではなく、日本らしさを徹底することで逆に普遍性を獲得する、この逆説的アプローチが成功の鍵となりました。世界の反応。批判論調から読み取る改善ポイント、長期的視点の欠如と持続可能性への懸念。しかし、この成功に対する構造的な懸念も表明されています。論点1、短期的成果重視による創造性の萎縮。日本の文化政策研究者からは、16話完結の成功により、より冒険的で時間のかかる創作が軽視されるという懸念が表明されています。具体例として、宮崎駿監督の風の谷のナウシカや、押井守監督の広角機動隊のような長期間の構想制作期間を要する野心的作品が制作されにくくなる可能性があります。これらの作品は短期的な商業成功よりも長期的な文化的影響力において価値を持っていました。理論的にはイノベーション理論の短期主義の罠が適用されます。短期的成果を重視しすぎることで長期的な革新性が失われる現象です。背景として配信プラットフォームの影響力拡大により制作側が短期的な数値結果に過度に依存するようになっています。論点に制作現場の持続可能性問題。アニメ制作関係者からは16は短期集中制作の持続可能性に疑問があるという指摘もあります。具体例として短期間で高品質作品を連続制作するプレッシャーにより制作現場の労働強度が従来以上に高まっています。長編制作では可能だった調整期間や品質改善のための時間的余裕が確保できず、スタッフの疲弊が懸念されています。理論面では労働科学の持続可能労働理論が関係します。短期的な高パフォーマンスと長期的な健康維持のバランスが重要という考え方です。背景にはグローバル競争の激化により制作現場への要求水準が著しく高まっていることがあります。改善のポイントとは、持続可能な創造性発展モデルの確立。この最終課題の本質は短期的成功の維持と長期的創造性持続可能性の確保をどう両立させるかという点にあります。解決策1、時間軸多様化戦略。短編16話、中編24、36話、長編48話以上の3層構造制作システムを確立し、それぞれ異なる目的と戦略で運用します。短編では市場での成功と話題性の獲得を重視し、中編では短編で成功した作品の深掘りを行い、長編では野心的で実験的な作品に挑戦します。これにより商業性と芸術性、短期成果と長期価値の両方を追求できるエコシステムを構築します。解決策に制作現場ウェルビーイングシステム。制作現場の持続可能性を保証するため、科学的根拠に基づいた労働環境管理システムを導入します。心理学者、労働科学者、医師等の専門家チームが制作プロセスを監視し、スタッフの心身の健康を保護します。AI を活用して個人の疲労度や創造性指数をリアルタイムで測定し、最適な作業配分を自動算出します。解決策3、文化的価値継承プログラム。短期的成功に偏重しがちな現状に対し、長期的な文化的価値を保護継承するプログラムを創設します。ベテランクリエイターの知識技術を体系化し、次世代への確実な継承を図ります。また、商業的リスクが高いが文化的価値の高い実験的作品の制作を支援する基金を設立し、日本アニメの多様性と深度を保護します。最終結論。
日本アニメが選ぶべき未来への道筋、ダンダダン現象が示した真の教訓。それは変化への適応能力こそが最大の武器だということです。16は完結が正解だから成功したのではありません。時代の変化を敏感に察知し、既存の枠組みにとらわれることなく、新しい可能性に挑戦し続けたからこそ成功したのです。2030年にはまた新たな最適解が求められているかもしれません。VR 技術、AI 制作支援、そして私たちがまだ想像もつかない技術革新が再びアニメ業界の常識を覆すでしょう。その時にも日本のアニメ業界が世界をリードし続けるために必要なのは特定の手法への固執ではありません。変化を恐れず、自らの文化的ルーツを大切にしながら常に新しい表現の可能性を追求し続けるその姿勢こそがダンダダンが示した日本アニメの未来なのです。エンディング。540万ビューという数字から始まった私たちの旅は、日本アニメが直面する複雑で多面的な現実を明らかにしました。完走率 2.3 倍の衝撃、Z 世代のタイパ重視、ネットフリックスの戦略的意図、欧米の絶賛と懸念、アジア諸国の複雑な反応、ビジネスモデルの激変、AI 技術の影響、2030年への予測、そして世界11カ国の多様な声。これらすべてが16話完結という現象に収束しています。しかし、最も重要な発見は答えが一つではないということでした。効率性を求める人、芸術性を重視する人、文化的独自性を守りたい人、すべての声に価値があり、すべての視点に学ぶべき点があります。これからの日本アニメに必要なのは、これらの多様な価値観を排除することではなく、包摂することです。短編も長編も商業作品も芸術作品もグローバル向けも国内向けも全てが共存できる豊かなエコシステムの構築こそが真の目標なのです。あなたはどの視点に最も共感しましたか？そして日本アニメの未来についてどのような考えをお持ちでしょうか？ぜひコメント欄であなたの意見をお聞かせください。この議論に正解はありません。しかし多様な声が響き合うことでより良い未来への道筋が見えてくるはずです。ぜひあなたの率直な感想をコメント欄で教えてください。もし私たちの分析が少しでもあなたの心に響いたなら、いいねとチャンネル登録もいただけると本当に嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でも皆さんと一緒に日本の新たな可能性を探求していきたいと思います。